同じように生きているはずなのに、ある人にはいくつものチャンスが見え、ある人には何も見えない。同じ毎日の中で、ある人は前へ進み、ある人は同じ場所で足踏みする。その違いは才能でも運でもない。たった一つ、見ているものが違うだけだ。昔、中国に紀章という男がいた。天下一の弓の名手になりたいと願っていた。彼は名人のもとを訪ね、弟子にしてほしいと願い出た。名人は言った。まず見ることを学べ。紀章は家に帰り、一本の細い毛で小さなシラミを窓に吊るした。そして毎日ただそれを見つめ続けた。来る日も来る日も。他には何もせず、ただその一点だけを見た。1年が過ぎた。小さかったシラミが少しずつ大きく見え始めた。3年が過ぎた頃、シラミはまるで車輪のように大きく見えていた。ふと部屋を見回すと、他のものはすべて丘のように、山のように見えた。紀章は弓を取り、そのシラミを射た。矢はシラミの心臓を貫いた。それを吊るしていた細い毛は切れていなかった。彼は天下一の弓の名手になった。不思議な話に聞こえるかもしれない。だが、ここには人間の脳のある仕組みが隠れている。見つめ続けたから的が大きく見えた。的が大きく見えたから外しようがなくなった。これはただの昔話ではない。あなたの脳の中でも今この瞬間に起きていることだ。私たちの多くはその逆を生きている。目標を持とうとしてもすぐに見失う。今年こそと決めたことが3日で消えていく。何かを始めても続かない。気づけばまた同じ場所に戻っている。やりたいことがわからない。自分が何を望んでいるのか、それすらわからない。そしてこう思う。自分には意志が足りないのだと。強い目標を持てる人はきっと特別なのだと。だが、本当にそうだろうか。目標を持った人が強いのは、意志が強いからでも、特別だからでもない。そこには、誰の脳にも備わったある仕組みが働いているだけだ。あなたが赤い車を買おうと決めたとする。すると次の日から街中に赤い車が走り始める。もちろん、急に増えたわけではない。ずっとそこにあったのに、あなたが見ていなかっただけだ。脳には入ってくる膨大な情報の中から自分にとって大事なものだけを選んで意識に上げる働きがある。これを選択的注意という。世界は見えるものすべてを処理するにはあまりに膨大だ。だから脳は大半を素通りさせ、ほんの一部だけを私たちに見せている。目標を決めるとは、この脳にこれが大事だと教えることだ。その瞬間から脳が拾い上げるものが変わる。昨日まで素通りしていたものが急に目に飛び込んでくるようになる。一度意識したものがやけに頻繁に目に入る。あの感覚にもちゃんと名前がついている。紀章のシラミが車輪のように見えたように。そしてもう一つ、脳には終わっていないことを忘れられないという性質がある。途中でやめた作業や未解決の問題は完了したことよりもずっと強く頭に残り続ける。これをザイガルニク効果という。この仕組みは時に私たちを苦しめる。終わらない後悔を夜何度も再生してしまうのもこれだ。だが同じ仕組みは向きを変えれば力になる。
明確な目標を持つことは脳に目的地をセットするようなものだ。地図アプリが目的地を入れた瞬間から裏側で最短ルートを探し続けるように、あなたの脳もその目標に向かう道をずっと探し始める。しかもそれはあなたが力を入れなくても起きる。他のことをしている時も眠っている時でさえ裏側で静かに動き続けている。だから目標を持った人は本人も気づかないうちに目標に近づく選択を何度も重ねていく。意志の力で頑張っているのではない。脳が勝手にそちらを向いてしまうのだ。さらにもう一つの力が働く。人は自分が信じた通りに行動し、その行動が信じた通りの結果を引き寄せる。これを自己成就予言という。ある学校でこんな実験が行われた。研究者は何人かの生徒を選び、教師にこう伝えた。この子たちはこれから伸びる。本当はただ無作為に選んだだけ。その子たちに特別なところは何もなかった。ところが1年後、その子たちの成績は実際に伸びていた。何が起きたのか。伸びると信じた教師は知らぬうちにその子をよく見て待ち、声をかけていた。教師の行動が変わっていたのだ。信じることが行動を変えた。変わった行動が結果を変えた。できると思って動く人はできる人の行動をとる。どうせ無理だと思う人は無理な人の行動をとる。そしてそれぞれが思った通りの場所にたどり着く。目標を持つとは自分にお前は伸びると告げることだ。その一言があなたの行動を静かに変えていく。ここまでが行動科学が解き明かした目標の力だ。ずっと昔、ニーチェという哲学者がこう書き残している。なぜ生きるかを知っている者は、ほとんどあらゆるいかにして生きるかに耐える。なぜという目的を持つ者は、どんな、どうやってという困難にも耐えられるという意味だ。この言葉がただの言葉ではないと証明した人がいる。精神科医、ビクトール・フランクル。彼は第二次大戦下の強制収容所を生きた。その最も過酷な場所で彼は気づいた。最後まで心を保てたのは体の頑丈なものではなかった。収容所を出た後に果たすべき目的を持っていたもの。未来に自分を待つ何かを描けたもの。その人たちは極限の中でも人として折れなかった。生死そのものは運に大きく左右された。だが目的を持つ者は最後まで自分を見失わなかった。目的は心を慰めるための飾りではない。それは人を最後まで立たせる力そのものだった。私たちはついこう考えてしまう。何か正しくて大きな目標を見つけなければ動けないのだと。だが、その完璧な目標を見つけてからという考えこそが私たちをその場に縛り付けている。脳の仕組みは壮大な人生の目的を要求していない。どんなに小さくても仮のものでもこれだと一つ決めればスイッチは入る。そして忘れてはいけないことがある。起床も初めからシラミが車輪に見えたわけではない。見つめ続けたその先で見えるようになった。明確さは狙う前にやってくるのではない。狙ったその後にやってくる。私たちは何を望むか分かってから動くのではない。何かに向かって動き始めて
初めて自分が何を見たいのかが見えてくる。だからわからなくていい。大きな夢でなくていい。今日ほんの少しだけこうなったら見てみたいと思える小さな何か。それは何だろう。その一点を見つめたとき、あなたの世界の見え方はもう変わり始めている。